すみません。まず、昨日行いましたセッション1がありましたが、それの簡単な概要をこちらでまとめさせていただいたものを発表させていただきます。はるさん、お願いします。はい、ありがとうございます。聞こえますか、皆さん。はい。では、第1セッション、昨日行われた第1セッションでは、ロシアでの大規模な収賄を暴き、その調査をする内、注視した、セルゲイ・マグニツキーの殺害に関わった人への制裁を考える中で、マグニツキー法を考案し、アメリカで世界初のマグニツキー法を成立されたビル・ブラウダー氏、カナダのマグニツキー法を成立させたラウール・ワレンバーグ人権センターのアーウィン・コトラー教授とイギリスの貴族院議員ヘレナ・ケネディ議員が基調講義をしました。で、続くパネルディスカッションのパネリストには、オーストラリアでマグニツキー法を成立させようとする運動の中心にいる Save the Children の政務部長サイモン・ヘンダーソン氏、スイスのマグニツキー法を推す中心となっているファビアン・モリーナ国会議員および東京大学のポール・ナムコン氏が参加しました。議論はアメリカ、イギリス、カナダにおけるマグニツキー法の制裁法制化の経験を中心に、それぞれのマグニツキー法の特徴、議論の論点、マグニツキー法の効果と課題、マグニツキー法を法制化することがどのように世界的な運動になっていったのかまで及びました。マグニツキー法がそもそもどのように考案されたのか、この活動の主席となったセルゲイ・マグニツキーの獄中死のいきさつからどのように救済の措置を考案したのかについて説明がありました。マグニツキー法のポイントは、人権侵害者や収賄に手を染めた人が人権侵害や収賄で得た特権を国境を越えて感受できないように、各国の法律に基づいて制裁措置を取ることにあります。マグニツキー法は人権侵害者の財産を各国で凍結し、渡航を禁止したりする制裁を通じて、人権侵害者として制裁リストに載せられた人の特権をできるだけ制限することが目標です。マグニツキー法がどのような行為を行った加害者を対象にするかは各国によって違い、収賄を対象にできない国もあれば、人権侵害の中でも恣意的な公金などが対象外となっている国もあります。政治的な判断からマグニツキー制裁リストに載せられない国の個人や団体もありますし、載せられても制裁を実際に課するかどうかは国の判断に委ねられている方もあり、また国によっては市民社会の参加をより効果的にする方がいい国もあり、課題点がないわけではありません。しかしながら各国でマグニツキー法が制定され最近では EU で制定されましたが、300人以上の個人や団体が制裁の対象になり、人権侵害や収賄で貯めた資金を外国に貯蓄しておいたり、その資金で外国で豪遊したりすることを防ぐ防波堤としてマグニツキー法は確実に効果を表してきています。マグニツキー法は1、他国で行われた人権侵害や収賄の問題をいかに各国において制裁措置を取れるか、そして2、また特に人権擁護家やジャーナリストへの人権が侵犯されている状況が増加している昨今、これらの人々を守るために世界が何をできるかということに答えるものと言えます。さらにマグニツキー法は人権侵害や収賄の加害者の責任を迅速に問い、さらなる人権侵害を止めるという国際人権法、国際刑法を視点、より効果的な人権保護体制を世界的に作っていくという役割もあります。また、なぜ日本が統合法を、導入するのが重要かということに関してパネルディスカッションでは、
現在日本が G7 諸国においてただ一国、マグニツキー法を実施していない国家であり、日本がこの法を採択するならば、人権侵害者の活動、行動を制限するという国際的な結果をもたらすことにもなるという指摘がありました。日本は議会と NGO などとの協力を通じて政府及び国民の人権意識を高め、G7 諸国との協力を通じてマグニツキー法を導入することができるのではないか。ぜひマグニツキー法体制に日本も入ってほしいというメッセージで第1セッションは終了しました。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは堀様、ここからよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ジャーナリストの堀潤です。これまで国内外さまざまな人権弾圧の現場などの取材も続けてまいりました。香港をはじめアフリカ中東域での弾圧もそうです。そして、ウイグルの問題などの提唱も皆さんと共にこれまでも行ってまいりました。一方で現在この2月から3月にかけましてはやはり、ミャンマーで発生した軍事クーデターによる市民に対しての人権弾圧、必要以上にですね、強力な武器を用いて市民の抗議運動を弾圧しているということで、明らかな人権侵害が見て取れますが、現地ミャンマー人の皆さんとやり取りをしていると、日本をはじめ民主主義国家への SOS が続いているものの、日本政府は軍との独自のパイプを生かして粘り強く交渉を行いたいというものの、状況は刻々と悪化するばかり、SOS のその深刻度合いというのは深まるばかりです。そうした中、日本国が他国へのそうした人権弾圧に対してどう対処するのかという点において、このマグニツキー法日本版の必要性というのは、切に、僕も感じております。一刻も早くという思いもあります。今日は与野党を超えて、それぞれの立場から議員の先生方、そして大学で研究も続け発信もされてこられた専門家の先生と皆さんと共に進めてまいりたいと思います。ではまず自民党中谷元衆議院議員からお話しいただきたいと思います。中谷さん、早速ですがよろしくお願いします。ちょっと今音声の方がミュートになっておりますので、ミュートを解いていただいてということでしょうか。はい、聞こえますでしょうか。はい、聞こえます。はい、よろしくお願いいたします。はい、衆議院議員、元防衛大臣をしてましたけど、中谷元でございます。で、日本におけるマグニツキー法等の取り組みにつきましては、私と山尾志織議員が共同代表でJPAC という議員連盟を作って今実施をしております。で、このきっかけは昨年の6月4日に IPAC、これはインターナショナルパーマレンタリーアライアンス・オン・チャイナと言いますけれども、中国に対する国際的な連携を取ろうとする各国の議員連盟、与党1人、野党1人、ということで、私と山尾さんに声がかかりましたけれども、現在、アメリカ、イギリス、オーストラリア、フランス、ドイツ、イタリア、カナダ、チェコ、スイス、EU、そして、日本、リトアニア、ベルギー、オランダ、ニュージーランド、デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、ウガンダ、18カ国、プラスアルファですけど、こういう国が入りまして、議長はイギリスの保守党の元党首、イアン・ダンカン・スミスさんでありまして、毎月定期的にウェブでですね、例会を開かれまして、先週は日本が議長国を務めさせていただきました。で、JPAC、これは日本の支部組織ということですが、衆参の超党派の国会議員が集まりまして、やはり中国のですね、香港、ウイグル、そして内モンゴル、チベットなどに対する弾圧に対して、やはり日本政府としてしっかり抗議をして、そして批判だけじゃなくて、実際に制裁をすることが必要だという認識で議員が集まっておりまして、こういったマグニツキー法、今人権侵害制裁法案、グローバル人権法、これをですね、
成立させるということを目標に頑張っております。で、先週も山尾さんが国会の本会議でですね、外務大臣に対して、この法案の必要性、それから外務委員会、また自民党の中では外交部会など討議をする場がありまして、各党ですね、基本的にマグニツキー法案の原案、これを提示をしまして持ち帰って今協議をしていただいております。自民党も非常にこういう人権外交に対する認識が深まってきまして、この法案について今議論の途上にありますけれども、そもそも私の思いとしては日本国憲法の前文にですね、我々は平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏境を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において名誉ある地位を占めたいと。で、いずれの国家も自国のことのみに専念して他国を無視してはならないとかですね、この人道的なことについては日本は世界各国の中でも一番強くですね行動しなければなりませんが、私が外務省に質問したときにジェノサイト条約というのがあるんですね。でこれは第二次世界大戦でドイツが行ったユダヤ教の大量虐殺のことですが、これについて1948年、昭和23年、国連でですね、ジェノサイト条約が承認をされて、現在、締結国が138、150とも言われてますけれども、これだけの国が加盟しておりますが、日本は入っておりません。北朝鮮は加盟しております。中国も入っています。しかし、日本はいまだジェノサイト条約に加盟していないので、外務省にですね、なんでこれ、日本入らないのかと質問してみました。それによりますと、いやいや、国内法が未整備でですね、入っても義務を果たせないとかですね、憲法との関係もあるとか、従来日本はこういったことじゃなくて、日本独自の外交をするようにしておりますとかですね、非常にこの熱がないんですね。ですから、やはり今、我々が行っているのは、日本の人権外交、これをただ唱えるだけではなくて、実際にそれに実現させるためにですね、やっぱり各種の制裁、これを行う必要があるのではないかということであります。で、日本はこれまで制裁と言いますと、北朝鮮の拉致問題に対してですね、非常に強い制裁してるんですね。入国の禁止とか、物資の移動の禁止とか、もう最大級の経済制裁をしておりますが、それ以外の国は全くやってないんですね。ですから今中国の動向を見ながらですね、我々も外務省に対して働きかけを行うと同時に各党に対してですね協議の呼びかけをして、早く国会で議員立法でこのマグニツキー法を成立させたいということです。で、内容につきましてはまず国会において、これを調査をする、そして決議をする、そして政府に対して、真剣に取り組むように要求をする、そして政府から答えをもらう、こういったことがセットになった法案でありまして、例えば入国の制限とか、物資の移動の制限とか、その人物を指定してですね、いろんな制約を加えるというような内容になっておりますが、こういう内容を詰めて成立をさせたいというところでありますが、まだ国会の場合は全ての党がですね賛成しないと議員立法というところまでなかなか進まないんです。したがって与党も野党も、共産党も公明党も、国民民主党も、国民民主とか公明党以外の政党はですね、非常に理解が進んできておりますが、与党としても公明党がですね、これに対して賛同してくれないと議員立法できませんので、今は政府に対してですね、こういう認識を深めているところで、あります。そこで、
今の現状、3月11日に中国の全人代、これでまず全人代組織法の改正が行われたんですね。中国の最高権力の意思決定は全人代なんですけど、なんとこの組織法の改正で、その上に共産党が指導を堅持すると、また習近平思想を指導思想とすることのこの修正がされました。そこで、大きな変更があったんです。それからもう一つは香港の議員、議会に対して国家に忠誠を従わせることを議員の要件にした、いわゆる自由を剥奪するですね、制度変更が行われたんですね。で、これの制度の内容におきましても、立法議員の定数、現在70人から、中国派入れて90人に、それから立候補する際もですね、資格審査委員会というので、これメンバーが全人代の人間なんですね。そういう人たちが政府に批判的な民主派を完全に排除するためにですね、なんと愛国という愛国者という認定をしなければ立候補できないというような条件をはめておりまして、まさしくこれ完全に民主主義を根底から覆すことでもありますし、まさに人権とか自由、これを弾圧するということでありまして、週明け火曜日にですね、私たちは JPAC を開きまして、再度抗議決議を行おうとしております。で、来週は非常に山場に来てまして、2+2、これはアメリカと日本の外務防衛首脳会議、ここにおいて、それぞれ、この問題も話し合いをするんですけど、過去 2+2 において中国に対して毎回言及をしております。しかし非常にソフトなんですね。例えば2017年は、中国に対して、この一連の行動を改めさせるように断固とした措置を取ることを促したとか、2013年にはですね、建設的な役割を果たして国際的な行動基準を遵守させるように促していくとかですね、非常に弱い表現なんです。ですから今の事態においてしっかりとですね、日米で、中国の今行っていることに対して、批判をし、そして実際に制裁をするところまでですね、両国が話し合ってもらいたいと。そして来月、日米の首脳会談もございます。それからクワッドというですね、オーストラリア、インドとの連携も強化しております。こういうさまざまな形でこういった人権弾圧に対する制裁法案、これが実現するようにですね、我々といたしましてもこれからも行動していきたいなというふうに思っております。簡単ですけれども10分少々でありましたけれども、私の方からの現状についての説明とさせていただきます。ありがとうございました。永谷さん交えて後ほどまたしっかりとディスカッションしてまいりたいと思います。さあ続いては与野党の中でも野党国民民主党、この問題に積極的に発信を続けています。その国民民主党から山尾志織議員です。山尾さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私今でこそこうやって、中谷さんと一緒に活動できるようになって、かなり政治の世界でも問題意識が広がってきたんですけれども、そもそも取り組みを、実際に始めたのは一昨年の秋ぐらいなんですね。決して早くないんです。やはりその香港のデモの活動者に対してかなり香港警察の弾圧が強まってきたときに、これをたまたま法務委員会で取り上げたらば、香港の皆さんとつながりが持てるようになり、そこでやはり人権制裁法を作ってほしいという話を初めていただいたんですね。で、そこでできないのっていうぐらいの感じで調べてみたら、今中谷さんのお話にもありましたけれども、日本は、日本自体が損害を受けているときや、安保理決議があったときこそ制裁ができるんですけれども、そうでないときは基本的にその制裁をする仕組みがない。
で、それはちょっと自分の国が直接損しないと行動しないっていうのはちょっと国柄としていかがなものかなと思ったのと、安保理決議を必要となると、中国、ロシアが入っている以上なかなか活動を取れる幅が狭くなっているということも含めて、この仕組みを作る必要があるなというふうに痛感をしましてですね、そこでそこから半年ぐらいですか、法制局という、実は国会議員は法律の専門家の方の、支援をいただいて、かなり法律を作る作業の環境には恵まれているので、そういった形でその日本版の人権震災法というのをいつ実現できるかわからないけどという感じで、コツコツ作っていたというのが、一昨年の秋から昨年の3月ぐらいの話、半年間になります。で、その内容については今中谷さんからお話をいただいたように、まずやはりその日本は自らの判断で他国の人権が侵害されているときに自国の制裁を発動するという仕組みを持っていないので、これをちゃんと作りましょうということが1点で、曲がりなりにも日本がそれやるときは、それこそ今ミャンマーの件は本当は新規 ODA があったのにそれ引き上げたんじゃないのなんて言われていて、で政府はいやもともとないんですみたいな感じで言ってますけれども、多分あったんだと思うんですね。ああいう典型的な形に見られるように人権侵害を理由に制裁をしましたということをアナウンスせずに制裁をするという形を日本は取ってきたんですけれども、やはりきちっと人権侵害はやっちゃいけないよっていう立場に日本が立ってるよっていうことを表すためにもですね、きちっと人権侵害を理由にした制裁をできるという仕組みを持つ必要があるというふうに思ったので今やってます。あともう一つはですね、今回私たちが考えている日本版マグニツキーはもちろん内閣が自分の判断で、人権侵害です制裁しましょうっていうこともできるようになるんですけれども、大事なところはその国会の側がきちっと発議をしてちゃんと内閣調査してください、そしてそれを公表してください、そして必要な措置を取ってください、国会ルートがあるということで、これはやはりその日本の外交ってともすると政府だけで完結しがちだったところに、ちゃんと国会というそのツールを入れることで外交も国民の判断のもとでやるんだよねっていうやっぱり姿勢を取ることってすごく大事だと思うので、そういう意味でも国会ルートを持つマグニツキー法というのが必要だというふうに思ってます。よくね、外務大臣に質問すると、それは外交案件なのでつまびらかにできないって、それ100のうち10ぐらいならいいけど、100のうち90それじゃ国民何見たらいいのって話になっちゃうので、という問題意識もありました。でそんなことで本当に昨年の3月ぐらいからマグニツキー法ということが、少しずつ、国会内、そして政党内、そして場合によってはメディアや世論の中にも本当に少しずつなんですけれども取り上げられるようになって、でそれこそこの先ほどお話にあった6月にIPAC や JPAC というようなその国際的な議員同士、そして日本国内の議員同士の連携が取れるようになってからは、かなり発信の幅は広がったなと思っています。ただ、その中身をつぶさに見ると、政党とそして政府で、政党でいうとですね、このマグニツキー法自体を OK というふうに党として判断しているのは今のところ国民民主党と、維新の党ということで、この2党は野党の2党として、一定の党のオーソライズを取れてますが、その他の政党については今それぞれの窓口の方が、持ち帰ってですね、党に検討していただいているという状態になっています。ただ、人権外交ということがさまざまな党内で広がっていまして、その中谷さんの尽力で自民党の中にも人権外交の研究会ができた。で、私、国民民主党の中でそれやっています。そして聞いたところによると、立憲民主党も人権外交のチームを作るというような話も聞こえてきて、それぞれ温度差はあれども、そういうその体制ができ始めているなということは実感をします。
で、最後になんですけれど、じゃあ政府はどう思ってんのっていうところで、私もたびたび茂木大臣とこれ国会質疑でやっていますけれども、よく言うのは2つですね。1つは今までの日本の外交というのは対話と協力なんですと。で、私がそれに対して言うのは、対話と協力と行動がもう必要なんじゃないですかと。で、そうするといやとか言って、行動と言っても全てはできないんですよと。世界中でさまざまな人権侵害が起きている中で全てはできないですよねと。そうするとそのどれかをピックアップして一方的に人権侵害の認定をするということが日本にとっていいのだろうかみたいな答えが返ってきて、それに対してですね、私もこの後お話しする井形さんもよく言われることですけれども、100できないからといって0でいいということにはならないんじゃないですかと。それぞれの国益を背負いながらだけれども、やはりそれぞれの国の判断でね、30できるなら30やる、少なくともできるツールを持っておく、それを今やろうと言ってるので、行動というのがもしまだ難しいというのであれば、行動が取れるツールを日本が持ったということだけでも、今のこの国際状況の中で極めて有益な発信になるのではないかということで、その行動のツールイコールやはり人権侵害制裁法、マグニツキー法ということを進めているところです。はい、私の方からはそれぐらいにしますけれども、一つだけ余分なこと言うとですね、これ本当に難しくて、超党派で本当にたくさんの人の支援をいただく中で、それこそ中国にスポットを当てすぎると良くないよという立場の人もいる。いや、これ普遍的なんですと誤解します。で、マグニツキー法っていうことを言うと、いや、これなんかロシアの事案をポイントしてるみたいに見えるから、マグニツキーという言葉を使うのは良くないという方もいる。それもまた、いや、普遍的なものですよというふうに言って、人権侵害制裁法ですね、あるいはグローバル人権法ですねと言って。そういうふうにただ、作っていくためにはですね、普遍的な人権を守る、普遍的な制裁法なんだということを、きっちり打ち出して、できればなんとかですね、今年のうちに皆さんのさまざまな立場の発信もお借りしながら成立させたいなというふうに思っています。私の方からは以上です。ありがとうございます。それでは、多摩大学、専門家の井形明さん、先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。多摩大学ルール形成戦略研究所の井形と申します。私のこちらのマグニツキー法の運動に関する関わり方というのはどういうものかといいますと、実は私、先ほどから話に上がっている、この対中政策に関する列国議員連盟 IPAC という19の民主主義国と欧州議会の20の議会が共になって、対中政策、足並みを揃えて、もう一度何が正しいのか考えていこうというふうに作られた、去年の6月に作られたものがあるんですけれども、この IPAC の経済安全保障のアドバイザーという形で20人ほど専門家アドバイザーがいるんですけれども、そこに唯一の日本人として入れていただいて、いろいろとアドバイスをさせていただいております。で、その関係で山尾先生、また中谷先生が IPAC の共同議長、また2人でイニシアチブを取られて、IPAC と日本支部のような JPAC というものを作りまして、そちらをIPAC の立場からいろいろと支援させていただいているというような状況です。そしてこの IPAC と JPAC を行ったり来たりしながら、今回のマグニツキー法を含め、今後の対中政策どうするのか、今後の日本の人権外交をどうするのかということを話していると、非常に痛感することが一つありまして、それというのが、やはり日本というのは、実は欧米から見て、まだまだ人権問題に関しては、残念ながら後進国だというふうに見られてしまっているというところです。例えばなんですけれども、先ほど東大の方からEU がようやくそのマグニツキー法を通したというような話があったかと思うんですけれども、実はこの EU のマグニツキー法は IPAC の他のメンバーからかなり批判をされているのですね。で、その理由というのが、実はアメリカのマグニツキー法というのは、これ人権侵害が起こったときに制裁できるというだけではなくて、政治腐敗とか政治汚職があった場合も、これを制裁できると
いう内容が入ってるんですけれども、EU はこれ人権侵害があった場合のみにしか制裁ができないという形になりました。そうすると、もうIPAC の他の参加者だったり議員だったりから、なんで EU はそこちゃんとやらないんだっていうことでものすごい批判をされたというエピソードがあります。で、これを受けて僕がまずいなと思ったのが、実は今日本で議論されているマグニツキー法というのも、実はこれ人権侵害だけで政治汚職腐敗の場合は、これ制裁できない形になっているんですね。なので、急いで根回しではないですけど、IPAC のメンバーに、いや、日本こう頑張ってマグニツキー法を通そうとしてるんだけれども、実は政治汚職が入ってなくて、でもそれに対してあまり批判しないんでほしいんだけどっていうようなことを言うと、EU への立場とは全く違って、いや、日本がそもそも人権侵害に対して制裁する法案を通そうとしているっていうこと自体が革命的だと。だからもうそれで全然問題ない。頑張ってくれ。よし、頑張れ、頑張れっていう形で全然態度が違っていて、これは、もう暗にやっぱり日本っていうのは、この人権侵害に関しては、やっぱりこう先進国とはちょっと見られてないんだなっていうのを痛感したというのがあります。その意味で言いますと、やはりこの日本でマグニツキー法を通すということに関しては、これはまだ実は日本の人権問題に対する政策を変化させていく、まず第一歩に過ぎないんだなというふうに私は考えております。というのも、これで日本国内で国民的議論を広めていって、最終的にマグニツキー法が必要だということで、もし通ったとすると、じゃあ次は実際にこれどう制裁していくのか、どこを制裁していくのかというのが問題になってきますし、またこれ国際動向を見ますと、例えばアメリカ、バイデン政権が新たに出てきて、人権外交、民主主義というものの価値観をかなり強くプッシュしていくということはメディアでも広くもちろん言われていることなんですけれども、より具体的にバイデンさん、もう今年中にサミット・フォー・デモクラシー、民主主義のための首脳会談というものを開くということを言っているんですけれども、ここでも人権問題についても取り上げるということをバイデンさんは明記しておりますし、また面白いのが、ブレギジットしたイギリスが、実は最近カナダと一緒にこの人権外交の二国間連携というのをすごい進めていて、例えばベラルーシでの人権侵害に対してイギリスとカナダで同時に制裁するということをやったりですとか、あとはその他新疆ウイグルへの人権侵害が行われていると。で、そこの強制労働で使われているような製品をビジネスが使ってないかというのをチェックするために、デューディリジェンスを強化すべきだっていうような国内の人権侵害に対する対策というのに対しても、実はイギリスとカナダが同日にほぼ同じような内容の法律であったり、ビジネスアドバイザリーというものを出すという形で連携が進んでいきます。なので、このような人権外交の連携というものを進めていく上でも、まずツールとしてそもそも持っていないと連携もできませんし、またこれを持ったところで、じゃあどのように例えば本当に人権侵害が起きているのか、そのために証拠はどのようなものがあるのかというのも、一国で集められる分の証拠よりも、やっぱり各国で持ち合った証拠を全部照らし合わせた方が、より確実にどのような実態が現場で行われているというのが分かるという意味では、この共通のインテリジェンスシェアリングとインテリジェンス共有というものも、これを機に活発化していくということができると思います。また、さらに重要になってくるのが、やはり今日本の企業の多くが、実は間接的にこのような国外における人権侵害に加担してしまっているのではないかという形で批判されるケースが増えてきております。例えば、サプライチェーン上の、新疆ウイグルにある工場でどうやら作っているものというのが、強制労働、ウイグル人の強制労働によって作られたものなのではないかという形で、日本の柔軟者がオーストラリアのシンクタンクから批判されるというようなことがあったりだとか、また欧米のメディアから、どうやら日本の大手、電子機器メーカーから、新疆ウイグルで使われている監視カメラ、これがカメラに映ってから数秒以内に90何%の確率でウイグル人かどうかを判別できるというような技術を持っているというのを売りにしたものがあるんですけれども、これに日本の企業の部品とか技術が入っているということで批判をされたりだとか、あとは人権侵害に加担したと言われている人たちとビジネス関係を持っていると。なんでそんな形で人権侵害をやっている人たちの私腹を肥やすようなことを日本はやっているのかという形で批判されるというようなことが出てきている中で、例えば、じゃあこういうことが起きないように人権のデューディリジェンス、すなわちちゃんと自分たちの経営している中で人権侵害が行われていないかどうかをチェックする、監査するっていうような機能をもっと強めていかなければならないというようなことであったりだとか、
他にもこの日本の人権侵害対策というのを前に進めていく上で必要となってくることというのが多数ありますので、このマグニツキー法というものを制定するにあたって、この繰り返しになるんですけれど、国民的議論をやる上で、今後の日本の人権問題に対する対処というのはどうあるべきなのかというのを再考する非常にいい機会だというふうに考えております。私からは以上です。ありがとうございます。中谷さん、山尾さんとともに、私もファシリテーターとして何度かこの問題のシンポジウム担当させていただきましたが、香港の若者から日本へのメッセージの中に、経済に負けないでくださいというメッセージがありました。ウイグルの問題しかり、そして現在起きているミャンマークーデターへの対処、日本進出している日本企業からの発信というのはほとんどありません。実際、キリンが、軍と関係のある企業との提携解消というのは一部でありましたが、本当に日本の経済活動のために他国の人権が犠牲になっているという状況に関してきちんと対処できているかどうか、それは翻って中国への外交交渉の舞台裏、ミャンマーの今の軍との交渉の舞台裏にも大きく関係している部分だと思います。実はこの点に関してすでにチャットの方で質問もいただいています。マグニツキー法案は日本が一層人権外交を推進していけるというプラス面もありつつ、制裁を行うことでその国との関係が悪化して経済など他の外交側面でのマイナス影響が出ることも予測できると思います。ここは非常に重要なポイントだと思います。中谷さん、改めまして今井形さんのお話もありました、質問もありました、中国とは非常に隣国の経済大国としての付き合いというところでジレンマも抱えているかと思いますし、改めてこの点どうですか。与党内での温度感、政府の動きを見ていらっしゃって、経済活動との両立とこの人権法案いかがでしょうか。いや、やっぱり中国に対する感情がですね、非常に日本は急速に悪化してますね。尖閣列島の問題もあるし、一帯一路でもですね、各国に金を貸し付けて道路、港湾、鉄道、ダムなどを整備したらそれを取り上げるとかですね、AIIB の問題もそうですし、最近マスク外交、ワクチン外交、早くもオリンピックにですねワクチンを持ってきて、こういったアピールをするということも非常にこの中国の振る舞いについては悪感情を持ってきつつありますので、やはり根幹的にやっぱり中国が変わらなければならないという認識がありますので、こういった制裁をしなければならないということもですね、非常に今急速に理解が広がっているような気がします。山尾さんいかがですか。今回ミャンマーのことを取材していても、現地駐在の方を通じてお話聞くと、日本の外務省としては法人企業の保護の観点から現在の軍の政権、これ政権というかどうか置いておいてですね、軍の政権と、ある程度の交渉、付き合いも持たなくてはいけないというような文脈も出ていて、全くこれはおそらく国際社会から鑑みると、あなたの国の企業の利益を保全するための交渉ですかと捉えかねないところもあって、そういう意味でいうとこの国内法の整備というのは必要だと。中谷さんは今だいぶ機運も変わってきたという話がありました。山尾さんどう感じていらっしゃいますか。やっぱりですね、人権を尊重しない企業は経済で負けるんだという、ファクトを早く認識して、意識を変える必要があるというふうに思うんですね。実際先ほどの話にもありましたように、去年のレポートでは日本の名だたる企業が11社プラス3社でもやはりそのウイグルの強制労働を使ってるんじゃないのというような指摘をされて、それに対応する温度差がありますけれども、正直言ってこれだけの企業でもノーコメントだったり、積極的な回答ができていないのかというような状況です。そういう中でやはりその、IPAC なんかも含めてその世界の状況を見ていくと、もうこの状況でものすごい早いわけですよね。もう人権をやらない企業は違法な企業になっていくというような形で、それこそも世界各国でやはりその国を定める義務とか、あるいはそれをどう守っているかを公開する義務だとか、あるいはやはりそういうそのサプライチェーンや連携企業に人権侵害がある場合にはそのプロダクトを、輸入禁止するだとかですね。かなり
ものすごいスピードで、そのデューデリジェンス観点からの法制度も広がっているということを、やっぱり日本の企業も日本の政府も早く認識をして、例えば今行動計画というのは日本では作りましたけれども、それをまずもっと具体的な基準として明確化をする。そして大企業からやはりそういったものを守らなければならないという義務化をする。やっぱりそういうプロセスをちょっとスピードをアップしてやっていく必要があるというふうに思います。で、あえてちょっと企業の側の立場に立つとですね、守りたくても守る術すら持ってないっていうのも実情かなというふうに思うので、やはり世界各国で何が起きているのかというその調査についても、政府がもっと情報公開をしたり、企業に対するその情報連携をするとかですね、そういう体制で企業をレピュテーションリスクから守るという観点でも、やるべきことは具体的にたくさんあるような気がします。井形先生、さらに少し教えていただきたいんですけれども、そのやっぱり制裁の対象をどのようにして決めていくのかという非常に大事なポイントだと思います。で、じゃあ中国の場合は一体じゃあ誰が対象になるのか、どのじゃあコミュニティが対象になるのか、今回のミャンマーに関してもじゃあミン・アウン・フラインという司令官が対象になるのか、それとも違うものなのか、しかもそれは背後で支援をしているというその他の国も対象になってくるのかなど、今回のマグニツキー法グローバルで見たときにそれぞれいろいろな工夫がされているかと思うんですけど、そのあたりいかがですか。ご質問どうもありがとうございます。非常に重要なポイントでして、よく経済制裁というと、いや、そんな中国制裁したらとか、ミャンマー制裁したらとかっていうような言い方がされるんですけれども、実はこのマグニツキー法、スマート制裁と呼ばれているもので、国に対する制裁ではないんですよね。ピンポイントに人権侵害に関わった個人であったり、組織に対して制裁をすると。なぜかというと、国に対して大きく経済制裁というのをやると、実は苦しむのは普通の人々であって、本当にリーダーシップの人たちは苦しまない。だから意味がないと言われてたのが、いやいやと、この責任者にピンポイントでやるから意味があるんだということが言われております。ですので、この対象者を選ぶというのも、実はあんまり国で選ぶというのではなくて、やはりどのような人権侵害が起きていて、でどのような証拠が集まっていて、でそれを全部鑑みた場合に、これは制裁すべきだと思ったら、その個人や団体を制裁する。それは繰り返しますけれども、中国政府に対する制裁ではないですし、ミャンマー政府やベラルーシの政府に対する制裁ではなくて、個人に対する制裁なんだと。なので、ある意味、地政学的に見て、じゃあ今度は中国を叩こうとか、北朝鮮を叩こうというような形で捉えるのではなくて、人権侵害が起こっていることに対して制裁をしていくというところが重要だと考えております。また、すいません、一つだけこのチャットで質問にあった、この制裁をすると、実はマイナスの面があるんじゃないか。むしろ日本の国民だとか企業っていうのに悪影響が出るんではないかというような非常にいい質問があったんですけれども、これに関しては、実は何もしないことっていうのが新たなリスクを生んでいるという点を一つ付け加えておきたいと思います。と言いますのが、今やはりSDGs とか ESG投資と呼ばれている環境にいいことをしたり、人権にいいことをしている企業というのが、本当に長期的に見て成長を続ける会社なんだというような見方が非常に増えてきておりまして、ただその場合、いくら我々の企業は SDGs を重視していますと、いろんなところで井戸掘ったり木植えていますといったところで、いやでもあなたの作ったそのワイシャツって、ウイグル人の汗と涙と血で作られてるんでしょっていうことになると、まずこの ESG 投資家がお金を入れなくなってしまうわけなんですよね。で、このような状況を受けて、例えばオーストラリアでは、今まさにオーストラリアでこのマグニツキー法制定に向けていろんなヒアリングが行われているのですが、ここで中小企業を代表するオーストラリア輸出委員会というような産業団体があるんですけど、ここに対してオーストラリア議会がこのようなマグニツキー法制定に関して産業団体はどう思われますかということを聞いたところ、我々は持続可能なビジネスには利益だけではなくて、やっぱり人だったり環境も考慮しなければならないということや、あと人権問題の進展と経済目標は両立可能であるということを回答しています。また、より大手の企業が集まっているオーストラリア産業グループ、AI グループというところは、欧州企業というのは CSR 上世界的ベストプラクティスを維持したいんだと、そしてオーストラリアの産業界はマグニツキー法制定を支持していると明言しています。
ありがとうございます。中谷さん、日本版マグニツキー法ではこうした制裁の範囲であったりとか制裁の中身ですよね。このあたりは現在ではどのようなものをイメージされて叩き台作っていらっしゃるんでしょうか。はい、例えば入国審査、今でもコロナで制限をするというようなことは法律で書かれてますので、やはり人権侵害を行ったものについては指定をして入れないとか、それから貿易管理ですね。やっぱり物資の輸出輸入、これらの制限をすることとか、また犯罪捜査において、その指定をされた人に対する、犯罪の認定とか、また日本人や香港のですね、そういった人権の方々が日本にまで来て権利服さないとかですね、追跡されないとかですね、そういう項目が入ってます。山本さんいかがですか。ミュートになっております。今の話の通りです。基本的には対象はその人権侵害を行った、加害者と言われる人であったり、法人であったりということで、政府ではないということですね。あとはメニューのところも今あるメニューを変えるものではないんです。つまりそういった弾圧しているこの人を日本に入れない、あるいは日本から出て行っていただく、あるいは日本の銀行口座を凍結する。こういうメニューですので、今先ほど井形さんもおっしゃったようにですね、むしろそのスイス、永世中立国と言われているスイスでもこのマグニツキー法が議論されているというところも、この国全体を制裁の対象にするよりも、そういったピンポイントで制裁をする方がやはり適切だよねという、この議論を日本にももう少し持ってくることができたらななんていうことも思っています。その上で一点質問なんですが、先ほど個人を対象に、国家ではないとした場合に、一方で、非常に独裁的なリーダーが統治している状況下では、その制裁対象の個人というのがその中央の政府のトップにならざるを得ないようなケースもあるんじゃないか。例えばじゃあルカシェンコ大統領なのか、じゃあ習近平氏なのか、ミン・アウン・フラインなのかと、こういう問題というのはどのようにクリアしていくことになるのか、考えていくのか、井形先生教えていただけますか。早速ですね、アメリカのポンペオ国務大臣がシンチャンウイグルのジェノサイドを認定したということで、中国からは個人の名前で制裁を受けました。受けてます。で、反対にアメリカも香港の件に対して人権侵害を行ったものということで特定の名前を示してますが、その場合には政治家とかね、非常に有力者の名前も入ってますね。日本版のマグニツキー法もそうしたものに倣っていくことになりそうだということでしょうか。はい、これは政府で認定をするわけですから、そういった事実を認定をして、非常にひどいことをやった組織や団体ですね、そういうことを指定することはあり得ると思います。ただ、これと取ってないですけどね。あとその認定する時の認定の大元になるリサーチ調査というのは大体どのような機関が担っていくのかとかですね、非常にここ重要なポイントじゃないかなと思うんですね。このあたりどうでしょうかね。井形さん、国際的に見てこうしたまさにその制裁対象だと判断していく過程は非常に重要だと思うんですけど、このあたりいかがですか。まさに欧米諸国ですと、現地のインテリジェンスの収集能力なんかが非常に高いですので、そこで集めた情報というものをもとに、やはり制裁対象を決めているというようなところになっています。ですので、最初に冒頭にちょっと話させていただいたときに、やっぱりインテリジェンス共有というのが重要だといったのが、まさに日本も現場でいろいろと情報を大使館付けの方なんかが収集できていたりはするとは思いますし、それはそれでユニークな情報ではあるんですけれども、それをギブアンドテイクで他にマグニツキー法を持っている欧米諸国と一緒に、我々はこんな情報があるんだけれども、あなたはどういう情報がありますかというのをやり取りすることによって、より包括的に実際に何が起こっているのかというのを理解できるという意味では非常に重要だと思っています。すいません、中谷さん途中になってしまいました。どうぞ。これやっぱり法律の整備は一ついりますね。例えば数年前に
外国の情報を日本で入手した場合にこれを漏らさない秘密を守るというですね、特定秘密保護法案、これが成立したんですけど、非常に世論が割れましたけど、やっぱりこういった秘密を守るという法律がないとですね、誰も教えてくれないんですね。ですから日本の国で情報活動する場合にはいただいた情報はしっかり守りますという前提が必要だと思いますし、またインテリジェンスはヒューミントとかシギントとかですね、やっぱり人から入れる、それから電波から入れるというさまざまなツールで情報収集しなきゃいけませんが、例えばサイバー対策においても、じゃあどこまで個人の情報をですね探ることができるか、傍受することができるか、これは非常に日本は厳しい国でですね、そういった情報入手においてもやっぱり法律的にやっぱりできるようにしておかなきゃいけませんので、こういった事実関係を認定するという点においては、まだ宇宙衛星もあまり日本も上がってませんからね、やっぱり諸外国から立ち遅れておりますが、こういう点は各国との情報交換のセールも作ってですね、やっぱりしっかり情報が入手できて分析にならなきゃいけない。山尾さん、質問も来ておりますが、ということを総合的に鑑みて、日本国内でのこのマグニツキー法の制定というのは一体どれぐらいのスパンを考えておけばいいのか、実現可能性があるのかどうか、現在の状況はじゃあどれぐらいのレベルのものなのか教えてください。政府財務省のハードルさえ超えればですね、内容自体はあと半年もあればきちっと詰まるものだというふうに私は思っています。で、その内容のところで言うとですね、今論点の2つはすごく大事で、それこそ1つ、例えばその権力が集中している独裁者のようなものに制裁をかけると、例えば家族、それこそ子どもとかの留学も入国審査の中でできなくなるという立て付けにすれば、これはある意味一定の効果がより出てくるかと、ね。多くのそういった独裁者も子どもなんかは割と価値観の西洋的なというか普遍的な人権を学ぶようなところで学ばせて戻してくるという、それができなくなるというようなことは一つの大きな制裁になるかもしれない。ただこれももちろんメリットデメリットあるので、そういったことも含めてですね、いくつか論点はあるんです。ただその論点というのはやる気になれば半年ぐらいで実現可能なものになっていくんじゃないかなというふうに思っています。残り5分です。最後にお一言ずつこのマグニツキー法日本版の制定に向けて、必要なこと、そして必要な理解、そして自らのアクション、この点を最後に教えてください。まず井形さんからお願いいたします。やはりこのマグニツキー法で最も重要なのは、まず本当にこの国民的議論を広めていくということだと思います。マグニツキー法を通すことには、もちろんメリットもありますし、デメリットもあります。と同時に、通さないことのメリット、デメリットということも出てきます。じゃあ、通さないことのデメリットは何かと言いますと、例えば、これ、アメリカも制裁します。スイスも制裁します。EU も制裁しますといったときに、じゃあ権威主義者あるいは人権侵害をやっている人がどこにお金を隠すかといったら、全部日本に隠すというようなことになると、汚い金、ダーティーマニーが集まる日本というラベルを貼られてしまって、果たしていいのかといったようなことももちろんありますし、あとはこれ実はマグニツキー法、持ってるだけでもある程度抑止力というのを持つと考えていて、例えば今全く人権侵害が起こってもピンポイント制裁できない状況なんですよね。そうなると、いくら対話が必要だ、協力が必要だと言っても、相手方が、いや、でもどうせ制裁するツールすら、オプションすら持ってないんだから、適当にあしらっとけばいいやとなってしまうのに対して、これでマグニツキー法が通ると、対話と協力ですよと言いながら、裏ではハンマーを握っている状況という方が、実は対話と協力が進みやすいんじゃないかというような考え方も持った上で、今後議論を進めていく必要があるのではないかなと思います。あと1点、政治や経済の民主主義国家として人権意識の希薄さぶりというのが諸外国から指摘される。これはすなわち消費者である日本人である我々でもそう、民主主義の参加者である国民としてもそうである。いわゆる一般社会がこの民主主義に対して人権に対しての感度を上げていくために必要なポイントは井形さん何でしょうか。
まさに財布で投票するっていうような言い方をしたりするんですけれども、それが消費者には求められるのではないかなと思います。具体的には、もうちょこちょこ見始めてると思うんですけど、コーヒーを買うときにはやっぱりフェアトレードにしようねだとか、ダイヤモンドを買うときはブラッドダイヤモンドじゃないものを買おうねっていうような形でちょこちょこ出てきてると思うんですけれども、それと同時に、私が今日買おうと思っている服は、この携帯は、強制労働を使われて作られたものじゃないかどうかっていうのを、今ちょっと Google で調べれば出てくる時代にはなってきているので、まさにコストをかけて、そういう強制労働とかが行われてませんよっていうのを確認しているような企業のものを積極的に買っていくというようなことが重要だと思います。ありがとうございます。山尾さん、お願いします。そうですね。チャット見ると、やはりその外務省の独自外交っていうものへの懸念も見て取れました。私も同じ懸念を持っていて、外務省としてはですね、人権後進国ではないと、独自外交なんだという姿勢にいる方もいるわけですけれども、まさにその独自こそが後進と見られているのだ、あるいは後進なんだというふうに、やはり認識を改めてもらう必要が私はあるというふうに感じています。で、本当にその中国などの国についてはですね、やっぱこの10年ぐらい日本だけでなくって、他の国もですよ、経済優先ということがありながらも、それをですね、いや、経済が豊かになれば民主的になっていくんだというようなこのロジックで、カバーをしながら自国の利益も追求してきた。でもここに来て、ちょっとそのロジックは通用しないし、必ずしもその民主的な国政運営がその経済にとって短期的な利益を生むとは限らない。むしろその非民主的傾向を強める国というのが、むしろその国力に対する自信を強めているというふうにパラダイムが転換しているときに、もはやその日本の外務省の言っているね、これまで通りの対話と協力型の独自外交でいきますと、こういう姿勢では、これは方針と言われても仕方のない状況にもう来てますよということを、私も国会審議などを通じてですね、きちっと言っていきたいなと思っています。ありがとうございます。最後に中谷さん、お願いします。はい、本当に中国のその人権に対する認識がですね、本当に露骨になってるんですね。全人代においても、これから民族の統合を進めるとかですね、現に世界各地でシンチャン、ウイグル、チベット、モンゴル、香港、けしからんと言ってるのにもかかわらず、我関せずですね、全く気にせずに、こういったことを罪深い気持ちもなくどんどん進めていく、こういう体質というのは本当に恐ろしくてですね、やっぱり世界の中の協調とか、自国の中の人権とか民主主義をしっかり守る国でないとですね、こういった地域の安定というのは保てませんので、やっぱりしっかりとそういったことを日本国としても踏まえて、じゃあシンチャン、ウイグルの実態がどうなのか、モンゴルの実態がどうなのか、これをやっぱり調べられることにしなきゃいけませんし、何やらその戦後の外交というのは憲法9条があってですね、余計なことをしちゃダメだと、意思を強制してはダメだと、それが平和外交だと、いうような認識でいますけど、そうじゃないんですね。やっぱり原理原則をきちっとして、で日本の憲法にですね、なんと我らは全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認すると、しっかりと人権外交を謳ってるんですね。そういうことを認識をしながら、もう一度国としてのその人権外交について本質を理解をする。例えば緒方貞子さんが人間の安全保障というのを唱えてですね、非常に世界各地の困っている人とか恐怖にいる人を自ら救いの行動をされました。こういったやっぱり国際的に立派なことを日本人が行われるように、企業も利益だけじゃなくて、やっぱり企業コンプラ倫理の理念でですね、こういったところには参加できないとかですね、そういう形で官民挙げてこういった世界の人権をしっかりできるようにするということを勇気を持ってやっていくことが必要ですので、我々も政治家サイドがですね、そういう意識が広がるように頑張っていきたいと思っています。ありがとうございました。マグニツキー法日本版制定に向けてこうしたシンポジウムを行うことは初めて
でしょうか。こういう形で座組でやるのは初めてですね。いや本当にありがとうございまして、まだ第2弾第3弾、そしてその先にはしっかりと世界の人々の人権にコミットできる日本国である、そうしたものを作ってまいりましょう。中谷さん、山尾さん、井形さん、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。では木原さん、お戻しします。ありがとうございました。大変勉強になりました。第1セッションにおいても、人権侵害者をピンポイントで制裁する、そしてそれは政治的にその国に対して制裁するのではなく、その人権侵害、それから収賄に関わっている人をピンポイントで制裁するのだということが強調され、また人権侵害を世界が結束して止めていこうと、そしてその中に市民社会が参加できる仕組みを作って、それを市民社会も巻き込んで、人権侵害者が他の国に行けたらあまり意味がないので、世界で連携して、やっていこうと。で、日本に早くこの運動に入ってほしいというメッセージが強く打ち出されておりました。それではこれ第2セッションとなりましたが、第1セッションから一緒にずっと参加してくださった皆様もどうもありがとうございました。中谷先生、山尾先生、井形先生、堀様、それから共催してくださいましたヒューマンライツウォッチ、土井さんと加藤さんをはじめましてヒューマンライツウォッチ、そして、また東大の国際法のハブのポール・ハルさん、戸谷さん、レイモンドとメハですね。メハにも、大変感謝いたします。それではこれで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。